中学生だった頃の話。美術部の副部長だった私は、近日に迫った文化祭の下準備に追われていました。同級生で幼馴染の部長は、他の部員たちを取りまとめるのに手一杯。よって、副部長の私が、各委員会の元へと走り、この設置物は、美術部で作成するの？このフロアに飾るポスター、何枚吸っておくの？そういった、細々とした情報の、伝達係を務めていたのでした。この時期になると、部活動も委員会もと、生徒たちは格段に忙しくなるため、自然と、校内が沸き立ちます。その活気と比例して、下校時刻もまた、日に日に遅くなっていくのです。どれだけ本気になって、ことを進めようと、先生の助力があろうと、結局は、中学生が主体となって行うことですから、計画通りに行くことなんて、まずありません。本番まで、あと数日しか残っていないとなったその日は、外が真っ暗になってしまっていようとも、その設置物を完成させるまでは、帰るわけにもいきませんでした。下校時刻はとうに過ぎ、時刻は18時を回った頃、体育会系の部活動部員の面々も、皆帰路に着いた中で、私と、数名の美術部生徒は、学校に残り続けていました。設置物もあらかた完成し、外はもう真っ暗だから帰ろう、という話に至った、私と、部長は、二人それぞれ、いつもの行動に出ます。部長は、部室である美術室の、窓の施錠の確認を、私は、職員室にいる顧問の先生に、もう帰宅する旨を伝え、美術室の扉の、施錠のお願いを、あとは顧問が全て確認してくれる。それが、いつもの手はずでした。顧問に報告する間に、通った廊下は、案の定明かりも最小限で、昼間の学校とは、随分変わった印象を受けました。しかし、私が恐怖を感じなかったのは、剣道部の友人 A が、気さくにも、私たちの活動の手伝いをしてくれており、顧問への報告の際にも、付き添ってくれていたからです。A は、毎度部活動が終わるや否や、美術室へ飛んできて、いつもあれこれと、気を使ってくれていたのでした。顧問への報告も終わり、部長の元へ戻れば、あとは帰るだけだったのですが、ここで A が、と声を上げます。親に見せるプリント、机の中にちきっぱかも。A の机は、言わずと知れたお机です。もらったプリントはその数秒後、ゴミ箱とも取れる、本人の机の中に押し込まれ、再び顔を出す頃には、見るも無残なぐしゃぐしゃ具合。というのがいつものことでした。そんなずさんな管理なのにもかかわらず、この時の A は、なぜか、そのプリントの存在を思い出したようで、次の瞬間には、物言いたげな視線を、私たちによこすのでした。一人で行けよ、俺ら下駄箱んところで待ってるし。マジで嫌なんだけど。しかもさっき、職員室前にティーダいたんだよ、絶対また何か言われるって。部長の嫌そうな声に、そう拒否反応を示す、A の言ったティータとは、校内でも、あまり好かれていない教師でした。生徒に意味もなく絡んだかと思うと、皮肉った言葉で生徒をからかい、追い詰める。そんな交流しかできないから、生徒からは特に、嫌われていたのです。良くも悪くも、人を見た目でしか判断しないこともまた、嫌悪感を加速させるに至った、原因なのでしょう。顧問への報告終わりの時もそうでした。リーダーは、私たちが文化祭のために居残っているのだと、知っていながら、おいお前ら、下校時刻はとっくに過ぎてるだろう。また何をやらかして、先生方に怒られたんだ？こんな言葉を、そ知らぬ顔で吐いてくるわけです。ニヤニヤ笑いながら、本人は冗談だと思っているようでしたが、真面目に活動する、私たちにしてみれば、くだらないことで時間を取らせるな、早く帰らせろや、という心情なわけです。生意気だと思うかもしれませんが、掃除の時間の後に、実りのない話を延々聞かされた挙句、帰りの会に遅れてしまい、周りからブーイングをもらった経験のある、A と、私にとって、リーダーは、嫌悪の象徴でした。リーダー、避けるとなると、反対側の廊下から、教室行かないとじゃん。私たちの中学校には、中庭があり、それを囲うようにして、廊下や教室、職員室が配置されていました。このため、職員室を避けて通ることも不可能ではなく、A もまた、その廊下を行く気だったらしいのです。でも反対側の廊下、今電気が故障中じゃん。うわぁもう絶対嫌だと、A のわめきが美術室に響いて、部長が一瞬、うんざりした表情になったのを、よく覚えています。確かに、夜の校舎内というのは不気味ですし、私も恐怖心がないわけではありませんでしたが、同時に、子供心特有の、いつもと違う物事へのワクワク感も相まって、A の騒ぎは、どこか他人事のように感じていました。そして最終的に、部長も折れました。結局、外に設置された心もとない街灯を頼りにして、3人で、真っ暗な廊下を突き進むことになりました。怖がりな A は、真ん中です。なんか真っ暗な学校とか、新鮮だよね。あれだけ怖がっておいて、任と一緒にいるときは、
どこか楽しげな小姉で、がこういうものですから、部長と私が、吹き出してしまったのも、致し方ないことです。二人の人間から笑われたことに、怒り出すを軽くいなしながら、突き当たりを左に曲がり、奥へと進めばもうすぐ、そこが私たちの教室でした。しかし、その手前に置かれたものを見て、誰からともなく、立ち止まります。そこには大きな太鼓と、人が数人入れるくらい大きな人形が、隅に寄せてありました。ああこれ、文化祭の日にあいつらが使う、今年は〇〇小出身の人らが、発表するんだっけ。部長と私は幼馴染、つまりは同じ小学校の出で、はその隣の地区の小学校から来て、そこから友人となりました。私たちの中学校は、3つの小学校から生徒が集まっており、その学校にはそれぞれ、伝統の神楽などがあるのです。私たちもまた、小学校のうちにそれらを、老人会などの方々から習っており、中学校の文化祭では、毎年順番に、その伝統芸能を披露していたのでした。今回は私たちも、も、その出番ではなく、残りの小学校出身である、別の友人たちが使う道具が、廊下に置かれていたのです。練習はいつも中庭で行われていたため、中庭に面する廊下の隅に寄せていると、都合が良いのだな、と私は思いました。のところは何を習ったんだ？うちは横笛。なんかよくわからんけど。部長が聞くと、は快活に返します。私の名前、らんところは何だったの？私らは、神楽かな。俺らのは少し、地味だからな。今年のあいつらの何か派手そうだろ？俺ちょっと楽しみだったりする。そんな話をしている間、3人が3人、初めて見るその変わった形の人型や、太鼓などを、物珍しく眺めていました。プリントのことを思い出したが、やば、プリント、とせわしなく足踏みして、教室の方へと足を向けたとき、ボン、低く、くぐもったような音が、廊下に響き渡りました。おい太鼓蹴るなよバカ野郎、部長が咎めるように言いましたが、は不服そうな顔で、私たちの方を振り向きます。の顔は、いや、うちじゃないし、といった、不満をありありと主張していたのです。果たして、のその反応が嘘ではないと分かったのは、次の瞬間でした。ボン、まるで、太鼓の表面を軽く弾いたような音。力強くはないけれど、確かに太鼓だとわかるそれが、再び廊下に響いたのです。この時、太鼓の近くには誰もいませんでした。は一番奥、つまりは教室に近しい場所にいましたし、部長も私も、人形のそばにいて、太鼓に触ることなどできなかったのです。同時に、私は妙な感覚を覚えました。片方の耳が、突然圧迫され、音が遠く感じるようになり、並行して、痛みのような耳鳴りに近い何かに襲われました。その片側の耳が向いていた方というのが、太鼓が置かれていた場所でした。いやほら、突然物音がするのってよくあることっしょ？気にすんなって。耳の不調にうろたえた私を、怖がっているものだと勘違いしたのか、が早口で、そうまくし立てます。しかしその早口を、半ば遮るようにして、ボン。またも、太鼓の音が響くのでした。一度二度ならばまだしも、三度目ともなると、偶然と信じるには難しくなってきます。私たちは逃げるようにして、教室へと駆け込みました。教室の明かりは普通につき、胸をなで下ろす二人を見ながら、私は未だに、聞こえにくい片耳を気にしていました。放っておけば治るだろう、そう思いつつも、耳鳴りは先ほどよりも、どんどんひどくなっている気がして、なんだか恐ろしかったことを覚えています。その耳鳴りの奥では、鈴のような音も、何度か聞こえていたのです。ほら、早くプリント探せよ。ちょっと待って、うわこれ、いつの宿題だろ。のお机は、一つのものを引きずり出そうとすると、他のものまで引っ張られるらしく、いつもらったかもわからない、学校だよりやら、広報やらが、床に落ちてしまいます。おいおい勘弁してくれ、と部長は不満を漏らしつつも、ちらちらと先ほど歩いてきた、廊下側を気にしていました。なあ〇〇、私の名前、廊下からあの音する？いや、聞こえないけど、鈴の音が、耳鳴りが、なんてこと、言えそうな空気ではありません。何せも、部長すらも怖がっているのです。私は耳のことを、気にしないよう努めました。あったこれだ。が目当てのプリントを探り当てたらしく、シワだらけのその紙を、必死に手で伸ばします。こうして、今度こそ帰るかと、教室から出る直前、が小声で、とえずくように声を上げました。部長が苛立ったようにを見やり、今度はなんだよお前、と言うと、は若干恐ろしげに、廊下側を見ます。いや待って、電気まだ消さないでよ。またあの太鼓の前通るわけ？だってそうしないと、リーダーがいるだろ、職員室前に。そうだけどさ、私にとって、雪はよいよい、帰りは怖い、とは、まさにこの時のことを指す言葉です。ただ誰も触れていない太鼓が、3回鳴っただけ。けれどその恐ろしさというか、気味の悪さは、
中学生の私たちには、十分すぎるものがありました。何より耳鳴りは、最初に比べて、頭を打ちつけられるレベルでひどくなっており、片方の耳がなんともない分、なおさら不安が募っていました。しかし結局は、ゲイダのうざさが勝り、私たちは、元来た廊下を戻っていったのです。雪と同じく、A を真ん中にし、部長はどことなく、私の不調に気づいたのか、太鼓がある側を歩いてくれて、私は、太鼓からは一番遠い位置を歩くことになりました。警戒した割に、太鼓のそばは大した騒ぎもなく、通り過ぎることができたため、突き当たりに差し掛かった時には、3人とも油断していたのかもしれません。私はふとよそ見をして、左の真っ暗な窓の方に、視線をやりました。そこには私と、その後ろに A と、部長が反射して映っています。そのさらに奥、電気の故障した、廊下の暗がりに、ポツンとした、白い長身の影がいました。次の瞬間、真っ暗な廊下を心もとなく照らしていた、外にある街灯が、不自然に、点滅を始めました。ひときわ大きな太鼓の音が背後から響き渡り、A は、飛び上がらんばかりに驚いていました。ただ、A は少し運が良かったのかもしれません。一方私と部長はというと、暗がりの廊下の奥にいたはずの白い影が、街灯が点滅するたびに、どんどんとこちらへ、距離を詰めてくるその瞬間を、目撃してしまったのです。一番怖かったのは部長だったと思います。部長は至近距離で、その白い影を見て、すっかり固まってしまっているようでした。白い影は、遠くから見れば長身の人影に見えましたが、近くで見てみると、白煙そのものでした。煙は不自然な動きをして、人らしき形を保ったまま、私たちの目の前に近づいてきたのですが、再び太鼓の音が鳴って、街灯が点滅した後には、消えてしまっていました。A が、太鼓の方を見てラーラー騒いでいる中、それを見た私と、部長の冷や汗たるや凄まじく、A の煩わしさを、たしなめることすらできない始末でした。幸いにも、その突き当たりの廊下は、職員室からは一番遠く離れており、先生方に見つかることなく、A を静かにさせることもできましたし、何事もなく、家路に着くこともできました。私の耳鳴りもまた、家に帰る頃には収まっており、A も部長も、以後何事もなく、学校生活を送れていたと言います。問題は、後に行われた文化祭で起きました。あの太鼓と人形を使った伝統芸能は、文化祭の開会式直後に行われ、私と部長、A は、近い席でそれを見ることとなったのですが、その演目が始まった途端、私はあの時と同じ、耳鳴りが起きました。それもあの時の日ではなく、同級生が太鼓を打ち鳴らすたび、頭の片側を、鈍器で叩かれているような錯覚にまで陥ってしまい、うずくまってしまったのです。隣にいた別の友人がすぐ気づいてくれて、私は、ホールから先生に付き添われて抜け出しました。少し休めば、頭痛は少しずつ鳴りを潜めたのですが、演目が終わり、ホールから出てきた人々に混じる、A と、部長の顔色もまた、悪くなっていたのには驚きました。部長はあの演目が始まった途端、視界を白いもやで覆われるという、不思議な体験をしたのだそうです。しかしそれは、演目の終わりが近づくにつれ、太鼓の音が激しくなるたびに、視界から消え失せていったのだそうです。不思議な話だが、太鼓の音がもやを消したみたいだ。と部長は話していました。一方 A はというと、単にあの夜のことを思い出し、ホールの暗さも相まって、怖くなってしまっただけなのだと話しました。思わず両隣の友人の腕を捕まえて、震え出した時には、さすがにその友人たちに心配された、と苦笑いしていました。あの白いもやは、一体何だったのでしょうか。そして、私の耳鳴りは、何を意味していたのか。成人も済んで、久しい身の上ですが、今でも二人と話をするたびに思い出す、不思議な体験でした。